十字運なるしステル修道所の伝説ですがな、セニョール、この修道所は院長から命じられた通りのことを行ったのは亡くなった後でございました。だからこそ奇跡なのです。それは同時に彼女の善良さと聖水をも明かしたのでございます。もっとも亡くなる前からみんながそのことは知っておりましたから、わざわざ明かし立てる必要はなかったのですが、私の祖母が話してくれましたのは、この奇跡が起こったのは、祖母の母がまだ幼い少女だった頃、サンタブリヒダ市誘導員でのことだそうでございます。ですからお分かりでしょう、セニョール。これは昨日今日の話ではございません。あの時代には、サンタブリヒダ修道院は大変繁盛しておりました。大きく修道女が大勢おり、修道院の維持と門前で施されていた多くの慈善活動に必要な額をはるかに超える財も持っておりました。今ではご存知の通りでございます。セニョール、修道院は全くなくなり、教会だけが残っております。けれども奇跡が起こったのはその教会でございましたし、ソル・テレサのお骨が彼女には短すぎた棺に収められて埋葬されているのもその聖火体積なのです。ですからこの話が真実であることは明らかでございます。事の次第はこうでございました。セニョール、セニョリータ・テレサ・イサベル・デ・ビアルイセンシオ、世俗ではそう呼ばれておりまして、修道に入ってからも洗礼名をそのまま用いておりましたは、ベラクルスの大変な富裕なアシエンダ主の娘でございました。とても背が高く、その背の高さこそ全ての厄介事の種だったのです。そして大変に美しい娘でした。彼女がサンタブリヒダに入って誓願を立てたのは恋の幻滅ゆえでございました。その娘が知り合った若い紳士は彼女に値しない男で、それがセニョール・カラサと申す方でございました。王立企業校町立大学の博士たちの師匠をしておったお方で、本来であれば立派な人物のはずでございました。何が立派でなかったのか、セニョール、私にはわかりません。けれどもそれが原因で、ソル・テレサは急ぎし誘導員へと身を投じたのでございます。修道院に入った彼女はあまりに敬虔で、あまりに興味正しかったので、院長は他のすべての修道女に対し、彼女を手本として、とりわけその謙虚さと従順さを褒めたたえたのです。何を命じられても、彼女はその通りに行いました。一言の言葉も発することなく。さて、セニョール、ある日のこと、修道院ではヌエストラ・セニョーラ・デ・グアダルーペの大祭の準備をしておりました。あらゆるざわめきと喧騒のさなか、ソル・テレサが突然申したのでございます。みんなが驚き、目を見張ったのですが、自分はこの祭りの準備を手伝ってはいるけれども、祭り当日には生きてはいない。地上でのこの身の最後の刻限がもう間近に迫っているのだ。と、そして少し後、硬い木の寝台に横たわり、修道服の下には回収者の病地の肌着をつけ、修道院のみんなが周りで悲しみに暮れる中で、ソル・テレサは申された通りに息を引き取られたのです。何一つ棚体に異変はないままに、迫っていた祭りのため、彼女はその夜のうちに葬らねばなりませんでした。それでみんなは彼女のために心地よい墓を整え、棺を作るよう大工に使いを出し、棺が届きました。ですがな、セニョール、ここから厄介事が始まったのでございます。彼女があまりに背の高い貴婦人でしたので、大工が寸法を取り違えたのかもしれません。あるいはみんながあまりに動揺しておりましたから、本当に寸法を測り間違えたのかもしれません。とにかく何が手違いを引き起こしたにせよ、
ソル・テレサは棺に収まろうとしませんでした。夜は迫り、別の棺を作る時間もなく、みんなはどうしてよいか途方に暮れたのです。そこにみんなが立ちすくみ、ソル・テレサを見つめ、ソル・テレサはと申せば、その聖なる足を棺の端からまっすぐ遠くへと突き出して横たわっておりました。夜は急ぎ足でやってまいり、翌日は祭り、どのようにこの事態が決着するのか、誰にも見当がつかなかったのでございます。その時、賢明な老子誘導所が院長のもとへ参り、こう囁いたのでございます。ソル・テレサは生前、何にも増して従順において完全であったのだから、おそらく死後も従順において完全であろう、と。そして、棺にピタリと収まるようその場で命じてみてはいかがか、と申し上げたのです。さらに老修道女は、もっともなことを申しました。たとえソル・テレサが命じられた通りにしなかったとしても、何の害もない。彼女に試みるのに大した時間もかからないし、失敗しても事態は今と同じだ、と。それで院長はその賢明な老修道女の助言に従ってみることに同意なさいました。そしてですな、セニョール、共同体のみんなが周りに立ち、ヌエストロ・アモのろうそくが灯される中で、院長は厳かな声でゆっくりと申されたのでございます。娘よ、生前そなたは謙虚と従順の手本を常に我らに示しておくれであった。そして今、私はそなたの従順の請願に基づき、命じ、申しつける。つつましやかにそなたの棺のうちに身を退け。それにより我らはそなたを葬り、そなたは安らかに眠れるであろう。すると、セニョール、みんなの眼前で、ソル・テレサがゆっくりと縮み始めたのでございます。それも院長の命令の一字一句に従って、まさにその通りに、ゆっくりと、その聖なる足は棺の端を越えていた位置から内側へと引き寄せられ、さらに棺の縁ギリギリまで引き寄せられ、それから縁の内側へと引き寄せられ、そしてついには棺の底へと性別された軽健な小さな音を立てながらパタリと落ちたのでございます。こうして彼女は命じられた通りちょうどの長さに縮み、見事に棺の内へピタリと収まったのでございます。それからみんなは彼女を埋葬しました。申し上げた通り、セニョール、聖火台席で待っていた心地よい墓に、そして今もなお、その祝福された縮んだお骨はそこに眠っているのでございます。